皆様こんにちは、セリナです。今回は最新版人気の化粧下地12種類を徹底比較していきます。2024年最新版の人気デボコス下地12種類を使用感や仕上がりなどに共通点があった2つずつを半眼に塗って、それぞれの塗り心地、仕上がり、香り、ファンデーションと組み合わせた時の状態、そして4時間後のマスク崩れについてを比較していきますので、組み合わせるファンデーションや肌タイプによって仕上がりや崩れ方に違いが出てくるかと思いますが、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気リキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、サブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する12種類の下地をご紹介していきます。クレドポーポテボワールコレクチュール N SPF25 PA2+、 資生堂エッセンススキングロープライマー SPF25 PA2+、ジバンシープリズムリーブルスキンケアリングコレクターブルー、こちらは紫外線カット効果は入っておりません。クレドポーボーテボワールルミヌ SPF38 PA3+、ポール&ジョーボーテプロテクティングファンデーションプライマー01 SPF50 PA4+、クレドポーボーテボワールマティフィアンリサン SPF25 PA2+、ポール&ジョーボーテモイスチャライジングファンデーションプライマー01 SPF15 PA+、ディオールスノーメイクアップベース UV35 ブルー SPF35 PA3+、コスメデコルテフローレススキングローライザー SPF20 PA2+、イヴ・サンローランボーテラディアントタッチブラープライマー、こちらは紫外線カット効果は入っておりません。コスメデコルテロージーグローライザー SPF20 PA2+、RMK ルミナスメイクアップベース SPF22 PA2+。それでは仕上がりや使用感に共通点があった2つを半眼ずつに塗って、塗り心地、カバー力や毛穴補正効果などの仕上がり、ファンデーションとの相性、そして4時間後のマスク崩れについて比較していきたいと思います。まず比較していくのはこちら、クレドポーボーテのボワールコレクチュール N とコスメデコルテのフローレススキングローライザーです。この2つは今回ご紹介している12種類の中でも特に人気の下地となっていて、クリーミーなテクスチャーで毛穴を埋めてカバーしてくれるカバー力があり、保湿感もある毛穴補正効果と保湿感を兼ね備えているところが似ているなと感じました。それではまずこちら側にクレドポーボーテのボワールコレクチュール N を塗っていきます。コレクチュール N はスキンケアクリームのような厚みがあるタイプで、しっかりと肌に保湿感を与えつつ毛穴や凹凸を埋めてフラットに整えてくれます。一塗りでもこんな感じで肌トーンをアップさせてくれる効果もあるので、毛穴補正効果はもちろん肌色補正効果も兼ね備えています。はい、こちら側半分にクレドポーボーテを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、こちらの下地のトーンアップ感がかなりわかりやすいのと、近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸をクリーミーなテクスチャーで埋めて補正してくれているので、毛穴レスなフラットな肌に整っている感じがわかりやすいと思います。ニキビ跡や肌の赤みを完全にカバーするという感じではないですが、毛穴や凹凸をきれいにカバーしてトーンアップさせたいという方におすすめです。塗り心地としてはスキンケアクリームのようなしっとりとした保湿感があるので、スキンケアアイテムを肌に閉じ込めて保湿感を持続させてくれる感じがします。夏場でもしっかりと乾燥対策をしたいという方におすすめです。それでは反対側にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテも少し重さのあるクリーミーなテクスチャーなどがクレドポーボーテによく似ていますが、
ちらの方がみずみずしさがあって軽やかなテクスチャーです。クレドポーポーテだと少し重さが気になるという方はこちらが特に使いやすいんじゃないかなと思います。みずみずしさがあって伸ばしやすいですが、しっかりと毛穴や凹凸を埋めて補正しつつ、肌表面はつるんとフラットに整えてくれるところが特徴です。はい、こちら側にはコスメデコルテを塗ってみました。まず塗り心地としては、どちらも少しだけ重さを感じるようなクリームタイプで、しっかりと肌に保湿感を与えてくれますが、クレドポーポーテの方がよりしっかりと厚みを感じるようなクリームテクスチャー。コスメデコルテの方がみずみずしくて軽やかなクリームテクスチャーという違いがありました。そしてカラー補正についてもどちらも同じくらいしっかりと肌をトーンアップさせてくれる感じがしますが、コスメデコルテの方が少しピンクの血色感を感じるようなトーンアップ感、クレドポーポテの方がホワイトカラーでしっかりと肌を明るく見せてくれるようなトーンアップ感という違いがあります。近くで見るとこんな感じで、コスメデコルテもしっかりと毛穴や凹凸をフラットに埋めて整えてくれていますが、肌表面がつるんと整う感じがするのと、若干ツヤが出ている感じがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。どちらもクリーミーなテクスチャーで毛穴や凹凸を埋めて毛穴補正をしてくれる感じと、ホワイト系のカラーで肌をトーンアップしてしっかりと保湿感を感じられるというところは似ていますが、よりクリーミーで肌をしっかりと保護したいという方はクレドポーポテがおすすめ。少しみずみずしさもあって肌表面につるんとしたツヤ感も欲しいという方はコスメデコルテがより使いやすいんじゃないかなと思います。そして香りについてはどちらもスキンケアのような香りがついていますが、コスメデコルテの方が若干香りが強めな印象です。ではこの上にファンデーションをのせてみて、ファンデーションを塗った時の仕上がりについても比較していきたいと思います。今回使用していくのはこちら、人気の資生堂エッセンススキングローファンデーションです。まずはクレドポーポーテの上に重ねていきます。みずみずしくてかなりナチュラルな仕上がりのファンデーションですが、クレドポーポーテの下地でしっかりと毛穴や凹凸をカバーしてくれているからか、ファンデーションのカバー力も若干増す感じがします。続いてコスメデコルテです。コスメデコルテは肌表面がつるんと滑らかに整っているので、ファンデーションもよりツヤ感が増すような感じがします。はい、上から資生堂のファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを重ねるとよりそれぞれの下地の特徴がわかりやすくて、今回使用したファンデーションはかなりカバー力がナチュラルなアイテムですが、それでもクレドポーボーテを塗った方のこの辺りのニキビ跡などが綺麗にカバーされている感じがわかりやすいと思います。ファンデーションだけではカバーしきれない部分も、こちらの下地のカバー力の高さと、ファンデーションとの密着力の高さでしっかりとカバーされていました。そして反対側に塗っているコスメデコルテは、下地の時点で肌表面をつるんと滑らかに整えてくれているからか、ファンデーションも面で光るようなツヤに仕上がっています。どちらも下地の時点でしっかりと毛穴をカバーしてくれていたので、ツヤタイプのファンデーションを塗っても毛穴が目立つ感じはしませんが、よりファンデーションのカバー力をアップさせたい方はクレドポーポーテ、ファンデーションのツヤをしっかりと活かすようなつるんとした表面に整えたい方はコスメデコルテがおすすめかなと思います。どちらも人気な下地なだけあって、毛穴補正効果や保湿感以外にもいいところがたくさんありますよね。ではこの上にコスメデコルテのルースパウダー07番をブラシで軽く塗って4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。4時間の中でうっすらと汗をかく場面もあったり、皮脂が気になるタイプの私の肌だと、やはりどちらも保湿によっているので、皮脂と下地が混ざってベースメイクが薄まる感じが気になりました。ただ、ドロドロに崩れてしまったり、小鼻の横や毛穴に汚く溜まってしまうという感じはしなかったので、夏場でも乾燥崩れが気になるという方や、エアコンの下で過ごすことが多いという方にはおすすめなんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。下地の時点で厚みが出ていたクレドポーポーテはマスクの摩擦に少し弱い印象。コスメデコルテは皮脂と馴染んで薄まっていくような崩れ方でした。4時間過ごしている間もしっかりと肌を保護するような保湿感が感じられた分、
小鼻周りや頬の広い範囲は少し皮脂によるベタつきが気になる印象です。崩れ対策というよりも保湿重視で毛穴対策をしたいという方におすすめなんじゃないかなと思います。続いて比較していくのはこちら。資生堂とポーランド情報店のモイスチャライジングファンデーションプライマー01です。この2つはしっかりと保湿されるのに重さがなく使いやすい王道下地という印象です。それではまずこちら側に資生堂を塗っていきます。資生堂はファンデーションに引き続きこちらの新作下地もかなり人気アイテムとなっていますよね。ジェルのようなみずみずしい質感でこんな感じでスルスルと肌の上に伸び広がってくれます。少し膜感があるようなジェルなので肌にピタッと密着してもっちりとした肌に仕上げてくれます。本当にスキンケアのような感覚で使えるところがポイントです。続いて反対側にポーランド情報店のモイスチャライジングファンデーションプライマーです。こちらもかなり人気の王道下地ですよね。みずみずしくて軽い乳液のようなテクスチャーで、こちらも肌の上にスルスルと伸び広がってくれます。資生堂よりは少し油分感があるような印象です。はい、こちら側には資生堂、反対側にはポーランド情報を塗ってみました。どちらも適度な保湿感がありつつ、みずみずしく伸ばしやすいというところがよく似ていますが、資生堂はジェルタイプで少し厚みのある膜で肌を覆うようなスキンケアのような感覚で使える印象。ポーランドジョーはみずみずしくて緩い乳液のような少しだけ油分も感じるような保湿感という違いがありました。そして仕上がりについても結構違いがあって、資生堂はカラー補正効果などを全く感じないような仕上がりなので、下地のみの時点だと素肌と全く変わらないような自然な仕上がり。反対にポーランドジョーはうっすらと明るめのピンクカラーがついていて、肌全体に自然なツヤも乗っています。近くで見るとこんな感じで、ポーランドジョーの薄膜ながらも毛穴や凹凸を滑らかに補正してくれている感じと、資生堂の素肌に近いようなスキンケア後のような仕上がりがわかりやすいと思います。香りについては、資生堂はスキンケアのような香りがうっすらと香る程度なので、香りが苦手な方にも使いやすい印象。ポーランドジョーポテはオレンジフラワーのような香りが結構しっかりめにするので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。では、ファンデーションを重ねていきます。資生堂の下地はファンデーションを重ねると、下地とファンデーションがピタッと密着して、自然にカバー力をアップさせてくれます。下地のみの時点だとあまり変化を感じないタイプでしたが、ファンデーションを組み合わせることでより良さを感じる下地だなと思います。ポーランドジョーは上に重ねてもこんな感じで、ファンデーションが薄膜に均一に馴染んで、ファンデーション自体の仕上がりを邪魔しないような感じです。王道下地というだけあって、いろいろなファンデーションとの相性がいいんじゃないかなと思います。はい、それぞれ上からファンデーションを塗ってみました。まず資生堂は下地のみの時点だと特にカラー補正効果などがないので、素肌のような自然な仕上がりのように感じますが、ファンデーションと組み合わせることでより良さを発揮するような下地だなと思っていて、近くで見てもこんな感じで下地とファンデーションがピタッと密着しているので、厚みや重さはないけれどファンデーションのカバー力が増しているのがわかりやすいと思います。カラー補正効果があるポーランドジョーと比較をしても、より資生堂の方が密着感が高いので、ファンデーションのカラーや質感は変えずにカバー力をアップさせたいという方に特におすすめです。そして反対にポーランドジョーポーテは、ほんのりピンクのカラーで自然にトーンアップしつつ、肌表面を滑らかに整えてくれますが、程よく透け感が残るような肌になっているので、ファンデーションの仕上がりを邪魔しないようなオーソドックスな下地としてかなり活躍してくれるなと思います。資生堂とポーランドジョー、適度な保湿感もありつつ、みずみずしくてどんな肌状態でも塗りやすいというところは共通していますが、仕上がりや質感は変えずにファンデーションのカバー力をアップさせたい方は資生堂がおすすめ。自然なトーンアップ感や肌補正効果はありつつ、ファンデーションの仕上がりを邪魔しないような質感がお好きな方はポーランドジョーがおすすめかなと思います。では上からパウダーを塗って4時間後の崩れを見ていきます。
はい、あれから約4時間ほどマスクで過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての時のような程よい保湿感が持続しましたが、汗をかいても崩れが気にならなくて、皮脂やテカリも防いでくれていました。近くで見てもこんな感じで、ポール&ジョーは若干塗りたてよりもファンデーションが薄まる感じはしますが、それでも綺麗に保っていて、資生堂はファンデーションと下地がピタッと密着している感じがしっかりと持続しています。どちらも保湿感が持続してくれるのに崩れに強いタイプなので、肌タイプ問わずに使いやすい王道下地だなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも程よいしっとり感はありますが、ベタつきは全く出ていないので、夏場でも肌タイプ問わず安心して使いやすいような保湿タイプの下地だなと思います。下地選びに迷った時はこちらの2つとても使いやすくておすすめです。続いて比較していくのはこちら。RMK とポール&ジョーのプロテクティングプライマーです。こちらの2つは先ほどご紹介した資生堂とポール&ジョーのモイスチャライジングよりは少しさっぱりとしている使用感ですが、みずみずしくて伸びが良く、オーソドックスに使いやすいところが似ているなと感じました。まずはこちら側に RMK を塗っていきます。かなりみずみずしくて、こんな感じで肌の上でもスルスルと伸び広がってくれますが、肌表面にベタつきが残る感じはしないので、肌タイプ問わずどの季節にも使いやすいんじゃないかなと思います。自然なピンクのトーンアップ効果もあって、ツヤも綺麗に出てくれます。続いてこちら側にポール&ジョーのプロテクティングプライマーです。こちらは今回ご紹介している12種類のうち一番高い紫外線カット効果の SPF50、PA4+ になっていますが、こんな感じで RMK と同様かなりみずみずしいです。同じポール&ジョーのモイスチャライジングタイプと比較すると、さらにみずみずしく軽やかな質感です。はい、こちら側には RMK、反対側にはポール&ジョーを塗ってみました。どちらも程よくツヤが出ているのと、ピンクのカラーで自然にトーンアップしている感じがよく似ていると思います。比較をしてみると、ポール&ジョーの方が若干白っぽいピンクカラーで明るさがより出るような感じがします。近くで見てもこんな感じで、肌に厚みが出ることなく自然に毛穴や凹凸を滑らかにカバーしてくれている感じで、質感としても肌タイプ問わず使いやすそうですが、仕上がりとしてもいろいろな方に使いやすいんじゃないかなと思います。香りについては RMK は原料のような香りのみ、ポール&ジョーは先ほどご紹介したモイスチャライジングタイプと同様、オレンジフラワーの香りがしっかりと香ります。オイルやクリームといった重さが出る保湿感ではなく、水分で肌をしっかりと潤わせたいという方に特におすすめの2つなんじゃないかなと思います。では上からファンデーションをのせていきます。下地の時点で肌にしっかりと水分が与えられている感じがするので、ファンデーションもよりスルスルと伸び広がっていきます。もう厚みが出ることもなく、ファンデーションの質感を邪魔しないような仕上がりですね。ポール&ジョーにもこんな感じで、ファンデーションの仕上がりを邪魔しないところなど RMK とよく似ています。ただ、ポール&ジョーの方が若干厚みが出るような感じがします。はい、それぞれ上からファンデーションを塗ってみました。下地のみの時点だと、こちらの2つは塗り心地や使用感、仕上がりもよく似ているなと思いましたが、ファンデーションを重ねると RMK の方がより素肌っぽく重さがなく自然な仕上がりなのに対して、ポール&ジョーの方が少しだけ厚みが出るようなファンデーションと下地が密着するような感じがしました。トーンアップ効果の違いも出ていて、ポール&ジョーの方が全体的に明るい仕上がり、RMK の方が素肌っぽさを残したまま自然に透明感が出る仕上がりという感じがします。より軽くファンデーションの仕上がりを活かすような素肌っぽい仕上がりがお好きな方には RMK がおすすめ。自然なトーンアップ感と重くならない程度のファンデーションとの密着感が欲しい方や SPF50、PA4+ の高い紫外線カット効果が欲しい方はポール&ジョーがおすすめかなと思います。はい、4時間後のマスク崩れを見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらもうっすらと汗をかくと下地とファンデーションが肌に馴染んで薄まる感じはしましたが、近くで見てもこんな感じでドロドロに崩れてしまったり皮脂が出てきてしまうという感じは気にならなかったです。
4時間過ごしている間も水分でしっかりと保湿してくれている感じは持続していたので、重さや厚みは出さずに保湿したいという方におすすめの下地だなと思います。比較すると RM 系の方がより肌に馴染んでいくような崩れ方で、ポーランドショーの方が少し厚みがあるからか、マスクの摩擦による擦れが気になりました。肌表面を触った感じはどちらも水分で保湿されている感じはしますが、ベタつきなどは気にならなかったです。こちらの下地は夏場でも程よく保湿をしたい、いろいろな肌タイプの方に使いやすいタイプの下地かなと思いました。続いて比較していくのはこちら。クレドポーボーテのボワールルミネとコスメデコルテのロージーグローライザーです。この2つは発光感のあるツヤ肌に仕上げてくれるところが似ていました。まずはこちら側にクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテはこんな感じで軽くてみずみずしくサラサラと肌表面でも伸び広がってくれるような、季節や肌質問わずに使いやすいところも人気のポイントだなと思います。明るいピンクカラーで肌に透明感を出しながらトーンアップしてくれます。ではこちら側にコスメデコルテです。コスメデコルテはみずみずしいジェルのようなテクスチャーで肌にスルスルと伸び広がっていきます。こちらは今回ご紹介している12種類の中で一番パールによるツヤをしっかりと感じるタイプです。ツヤを仕込みたい時の下地におすすめですね。はい、こちら側にはクレドポーボーテ、反対側にはコスメデコルテを塗ってみました。どちらも下地自体のカバー力がものすごく高いというわけではないですが、内側から発光したようなツヤとピンクのトーンアップ感で自然に肌を補正してくれている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、クレドポーボーテは毛穴や凹凸をフラットに整えてくれるようなツヤ仕上がり。反対にコスメデコルテは透明なジェルベースにしっかりとしたパール感で肌にツヤを与えてくれるようなイメージです。ハイライトを塗った時のようなパールのツヤを仕込みたい時はコスメデコルテがおすすめ。軽く毛穴も補正しつつ自然なツヤ肌を演出したい時はクレドポーボーテがおすすめです。アップで比較するとこんな感じです。ベースにしっかりとカラーがついている分、クレドポーボーテの方が若干トーンアップ感が強い感じがします。そして香りについては、クレドポーボーテはスキンケアのような香りがほんのりとする程度、コスメデコルテは少しパウダリーな香りがしますが、そこまで強く香る感じではないです。では、ファンデーションを重ねていきます。クレドポーボーテは自然に毛穴や凹凸を補正してくれる効果もあるので、ファンデーションを塗ってもこんな感じで、綺麗に毛穴カバーしてくれる感じがしますね。ツヤと程よい毛穴カバー効果を両立させたいという時に使いやすいと思います。続いてコスメデコルテです。下地の時点でパールのツヤを仕込んでるので、ツヤタイプのファンデーションを塗るとより立体的なツヤツヤ肌に仕上がります。下地自体の毛穴補正効果などはナチュラルなので、かなりナチュラルな仕上がりになります。はい、上からそれぞれファンデーションを塗ってみました。使用している資生堂のファンデーションがかなりツヤが出るタイプなので、それぞれの下地のツヤ感が合わさって、スキンケア後のようなツヤツヤの肌に仕上がっています。やはりクレドポーボーテは自然に肌の凹凸や色ムラなどを補正した上にツヤが乗っている感じ。コスメデコルテは重さが全く出ずにパールのツヤがしっかりと乗っている感じがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じで補正力の違いがわかりやすいと思います。簡単に毛穴や凹凸、色ムラなどの補正もしつつツヤを出したい方はクレドポーボーテがおすすめ。ファンデーションに厚みを出さずにパールのツヤを仕込みたいという方はコスメデコルテがおすすめなんじゃないかなと思います。はい、4時間後のマスク崩れを見ていきます。どちらも塗りたてよりも若干ファンデーションが薄まった感じがしますが、それでもこんな感じでドロドロに崩れてしまったり、マスクの摩擦が気になることもなく、比較的綺麗に保ってくれているなと思います。特にコスメデコルテはツヤがしっかりと出るタイプだったのに、ジェルのような質感だからか、小鼻の横のテカリなども気にせずに過ごすことができました。比較するとクレドポーボーテの方がより塗りたてのカバー感を綺麗に保ってくれている感じがします。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じもパサついたり乾燥してしまう感じはしませんが、ベタつきも気にならなかったので、この2つはツヤ肌に仕上げたいけれど
テカリ対策もしたいという方に特におすすめなんじゃないかなと思います。続いて比較するのはこちら。ジバンシーとディオールです。この2つはブルーのカラーコントロール効果があるところが特徴でした。まずはこちら側にジバンシーを塗っていきます。このアイテムはプライマー効果があるというよりもカラーコントロールとして使ったりコンシーラーと混ぜて使用するというアイテムなので全顔ではなく部分的に塗っていきたいと思います。目の下の広範囲にのせていきます。水分をたっぷりと含んだようなテクスチャーなのでブルーのカラーが固まらずに綺麗に伸び広げられるところがポイントです。続いて反対側にはディオールを塗っていきます。こちらは紫外線カット効果もあり、プライマーとしての効果もあるので全顔に塗っていきます。ジバンシーと同様みずみずしくて伸ばしやすいですが、こちらの方が少し乳液っぽい油分による保湿感も感じられます。しっかりとブルーのカラーが乗って肌をトーンアップしてくれます。はい、こちら側にジバンシー、反対側にディオールを塗ってみました。どちらもブルーの効果で透明感が出ていますが、比較をしてみるとディオールの方がさらに肌トーンが明るくしっかりとトーンアップされている感じ。ジバンシーは透明感がありつつも肌から浮かない自然なトーンアップ感という感じの違いがありました。そして近くで見るとこんな感じで、ディオールにはプライマーの効果もあるので毛穴や凹凸を自然に滑らかにフラットに整えてくれている感じがして、ジバンシーはみずみずしくてスキンケアをした後のような肌をふっくらとさせてくれるような効果がありました。使用方法が異なる2つなので少し比較が難しいところがありますが、しっかりと肌に透明感と明るさを出しつつ紫外線カット効果もあり、毛穴や凹凸をフラットに滑らかに整えたい方はディオールがおすすめ。コンシーラーと混ぜて使ったりファンデーションの上からのせたりなどいろいろな使用方法ができて肌に馴染む自然なトーンアップ感が欲しいという方はジバンシーがおすすめかなと思います。香りについてはジバンシーは原料のような香りのみ、ディオールは少し甘めのスキンケアのような香りがするので香りが苦手な方はジバンシーが使いやすいんじゃないかなと思います。ではファンデーションを重ねていきます。特にファンデーションの密着力が上がったりカバー感がアップするという感じはしませんが、自然な透明感を出してファンデーションを邪魔しないような質感ですね。ディオールの上に重ねるとファンデーションがつるんと滑らかに肌表面に乗る感じがします。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを塗るとジバンシーの程よく立体感と部分的に透明感が出ている感じと、ディオールの全体的にしっかりと肌がトーンアップしていてつるんとしたツヤが出ている感じの違いが分かりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、ジバンシーはファンデーションの質感を邪魔しないようなナチュラルな仕上がりなのに対して、ディオールはファンデーションのツヤがより増すようなつるんとした滑らかなツヤ肌に仕上がっています。はい、4時間後のマスク崩れを見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも4時間過ごしても塗りたての透明感をキープしてくれていて、くすむ感じが気にならなかったです。近くで見るとこんな感じで、やはりジバンシーはプライマー効果がない分、マスクの摩擦によるハゲなどが気になりましたが、それでも毛穴に汚く溜まってしまうということなく保ってくれています。そしてディオールは小鼻に若干テカリが出てきている感じはしますが、それでも塗りたてのような状態をきれいにキープしてくれています。ディオールは程よい保湿感もありつつ、汗や皮脂にも強いタイプなので、季節や肌タイプ問わず万能に使えるカラーコントロール下地を探しているという方に特におすすめかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、ジバンシーはファンデーションのキープ感のみが残っているような感じなので、ベタつく感じや油分っぽさもなく過ごせたのと、ディオールは若干小鼻周りにベタつきは感じますが、パウダーなどでお直しすれば問題なく過ごしやすいなと思いました。それでは最後比較していくのはこちら。クレドポーボーテのボワール・マティアンリさんとイヴ・サンローランボーテです。この2つは毛穴を埋めてぼかすように補正して肌表面をサラサラに仕上げてくれるところがよく似ていました。それではまずこちら側にクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテはこんな感じで、最初はクリームのようなテクスチャーで程よいしっとり感がありますが、伸ばしていくとすぐに肌表面がサラサラになっていきます。
毛穴や凹凸をしっかりと埋めて補正してくれます。イヴ・サンローランボーテは厚みのあるようなジェルテクスチャーで少しオイルっぽさも感じます。比較するとイヴ・サンローランボーテの方がより伸ばしやすく保湿感があるようなイメージ。クレードポーボーテの方が肌にピタッととどまるようなクリームテクスチャーという感じです。サンローランはムースのようなふんわりとサラサラとした肌表面に整えてくれます。はい、こちら側にはクレドポーボーテ、反対側にはイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。どちらもカラー補正効果はないですが、毛穴や凹凸を埋めてフラットなセミマット肌に見せてくれているので、下地のみでもとても綺麗な仕上がりだなと思います。そして近くで見るとこんな感じで、クレードポーボーテの方が毛穴や凹凸を埋めつつ、サラ感も残るようなナチュラルな仕上がり。イヴ・サンローランボーテの方がより厚みがあって、しっかりと毛穴や凹凸を埋めている感じの違いがありました。質感としても比較をすると、クレードポーボーテの方がより軽くてサラサラとしていて、イヴ・サンローランボーテの方が少し重さがあって、しっかりと肌を覆っている感じと、ムースのような滑らかでふんわりとした肌表面に整えているという感じの違いがあります。どちらも油分を吸収しすぎてパサパサになってしまうという感じはしませんが、よりさっぱりとした仕上がりがお好みの方はクレードポーボーテ、よりしっとり感が欲しいという方はイヴ・サンローランボーテがおすすめかなと思います。そして香りについては、クレードポーボーテはローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度、イヴ・サンローランボーテはウリ系のフレグランスのような香りがしっかりめにするので、香りが苦手な方には比較的クレードポーボーテの方が使いやすいかなという印象です。では、ファンデーションを塗っていきます。肌表面がサラサラに整っているので、ファンデーションがピタッと肌にとどまる感じがします。でも、厚塗り感が出る感じはしないですね。反対側にも塗っていきます。やはりイヴ・サンローランボーテには少しオイルっぽい保湿感も感じたからか、クレードポーボーテよりもさらに肌表面でスルスルと伸び広がる感じがします。毛穴を埋めてくれるタイプの下地を使うと、ファンデーションが溜まってしまう感じが気になるという方にも安心して使いやすいと思います。はい、それぞれ上からファンデーションを塗ってみました。この2つは下地の時点で毛穴や凹凸をフラットに整えてくれているからか、ファンデーションのノリがとても良くなって、他の下地と組み合わせた時よりも全体的にカバー力がアップしている感じがします。近くで見てもこんな感じで、下地で毛穴や凹凸がフラットになっているので、ツヤのファンデーションを重ねても毛穴が悪目立ちしなくて、フラットにファンデーションが乗っている感じがします。そして比較をしてみると、よりイヴ・サンローランボーテの方がファンデーションのカバー感が高まっている印象、クレードポーボーテの方がよりナチュラルな印象です。よりしっかり毛穴カバーをして、ファンデーションのカバー力も高めたいという方は、イヴ・サンローランボーテがおすすめ。自然ながらも毛穴や凹凸を埋めてフラットな肌に見せたいという方に、クレードポーボーテがおすすめかなと思います。はい、4時間後のマスク崩れを見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じでした。顔全体にうっすらと汗をかく場面がありましたが、どちらもファンデーションが薄まる感じもしなくて、皮脂によるテカリも気にならなかったです。ただ近くで見るとこんな感じで、どうしても下地自体に厚みが出るタイプだからか、どちらもマスクの摩擦による補正には少し弱いような印象でした。肌表面を触った感じは、どちらも塗りたてよりは少ししっとりとしている感じはしますが、ベタつきなどは気にならなかったので、マスクなしで過ごすときに特におすすめの下地かなと思いました。はい、ではこんな感じでデパコスの人気下地12種類を徹底比較していきました。どれもさすが人気の下地というだけあって、全体的に適度な保湿感もあるけれど崩れにも強く、毛穴補正効果もあり、ものすごく優秀なアイテムだなと思いました。ただその中でも特に毛穴補正効果が高いなと感じたのは、クレードポーボーテのボワールコレクチュール N とイヴ・サンローランボーテでした。こちらの2つは少し厚みのあるテクスチャーで毛穴や凹凸をしっかりと埋めて補正してくれるので、下地のみの時点で毛穴レスな肌に整えたいという方におすすめです。特にしっかりと保湿しつつ毛穴カバーをしたい方はクレードポーボーテがおすすめ。適度な保湿感はありつつ肌表面をサラサラに整えたい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめです。
続いて比較的汗や皮脂崩れに強いなと感じたのは、コスメデコルテのロージーグローライザー、資生堂、ディオール、グレートポーボーテのオワールルミネでした。今回ご紹介した12種類は崩れに強いタイプというよりも保湿寄りのタイプが多く揃っているなと思いましたが、こちらの4つは皮脂が気になるタイプの私の肌でも比較的テカリを気にせずに過ごすことができたので、どの季節でもいろいろな肌タイプの方に対応しやすいんじゃないかなと思います。特にコスメデコルテのロージーグローライザーはツヤツヤに仕上がるのにテカリが気にならないところがすごくいいなと思いました。そしてどんな肌状態でも使いやすく、どんなファンデーションとも相性がいいんじゃないかなと感じたオーソドックスなタイプはポーランド情報店の2つと RMK、そしてコスメデコルテのグローレススキングローライザーでした。こちらの4つは程よい保湿感もありつつベタつきも残らず、毛穴補正効果やトーンアップ感もナチュラルに兼ね備えていて、下地に欲しい機能が平均的に詰め込まれている感じがすごくいいなと思いました。組み合わせるファンデーションや肌タイプによって仕上がりや崩れ方に違いは出てくるかと思いますが、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。